Hi, this is Kimono Rider. In this episode, let me ask Hana-san about her special method of turning tightly and stably. She calls it butt controlling. What is it? Before proceeding to her explanation, don't forget to set the subtitles in your language. では、花さん、あまり転倒しないためにはどうしたらいいか教えてください。はい。バイクというのは、バランスというのがあって、はい。前と後ろのタイヤが一つずつついてます。はい、だから二輪。はい。で、地面についている部品は何でしょうか？バイクの中で地面についている。タイヤってことでそうですね。いいですか？はい。はい。このタイヤのバランスが悪いと転倒してしまう。はい。よくこけます。はい。空気の入れ方とかが、バランスが悪くてもなるんですが、はい、この上に乗っかってる荷物の中で、いつもバイクに乗ってる時に重いものが何でしょうか？人間ですね。はい。はい。その人間の形がミソになってきます。はい。はい。で、バイクはアクセルを開ければ前に進むけれども、その重さの一番主人公である、あなたの形というのがすごく大切で、はい、で、その形が、例えばモトジムカーナにおいては、右に、左に、忙しいから、だから非常になんていうかな、効率よく、急に曲がってこない、くる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 回れるように、スムーズに回れるように、形を自分で作る必要がある。はい。それをフォームと言います。はい。そのフォームの中心となるのが、さあ、どこになると思いますか？お尻ですか？そうですね。はい。お尻。そのお尻をですね、軸にして、どうしてお尻になるかというと、この中で一番密着してる部分はどこでしょう？お尻の骨をよくグッと押し付けるって言いますよね。そうですね。はい、ということは、体の中でバイクに一番接しているところっていうのは、お尻になるわけなんですけれども、そのお尻が中心になって、右に、左に行きます。そうすると、今度は視線だけを向けようとして、体から離れてしまうと、今度はバイクから荷物の重さが逃げてしまう。はい。人馬一体っていう言葉がよくありますけども、はい、そのバイクのタイヤの上になるべく一番重さをかけたい。それにはお尻を中心に、体重をかけていくことがミソになります。はい、じゃあ、その具体的にお尻をどういう風にしたらいいのかっていうイメージが湧きませんよね。わかんないです。ね。はい。で、あと上級者がよくあることなんですけど、フォームがほぼ変わらないような状態で走ってるのを見たことないですか？富永さんとか滑らかですよね。富永さんも滑らかですし、大きいバイクを扱う人は。辻江さんも滑らかですよね。そうですね。この辺のこのボールを抱える姿勢って言うんですけど、この、かわいい。ボールを抱える姿勢。はい。こういうね。この姿勢があまり変わらないように感じたことないです。確かになんか、そう。安定してるっていう。そうですね。肘が縮んだりとか、伸びたりとかせずに、このフォームのまんまで曲がってるような感じです。それはどこを動かしてるかっていうと、一番地味なここの。お尻なんですね。ここなんですね。ですね。ここを中心にグリ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 、方向を変えてあげるにはどうしたらいいかっていうことで、お尻とシートの感じ方をちょっと具体的に。はい。やってみたいと思います。お願いします。はい。はい。じゃあ、ここにですね、じゃあ、おかけいただいて。はい。はい、お尻。お尻の後ろの方ですか？お尻ですね。はい。お尻がこうありますよね。はい。まず、手を、お尻の下に引いてほしいんですね。はい。で、この手の甲を、こう引くんですけど。はい。こうやってね。こうですか？ 180 度。そう。はい。この辺かな。はい。そうすると、その背中をキュッと伸ばしていってみてください。そう。そんなんでもないんですけど、そこから猫背にぐーっとなってみてください。手が痛くないですか？ちょっと痛いです。痛いですよね。で、さらにここで、こういう荷重をかける痛いですね。ピラティス。はい。で、こういう荷重をかけるとすごい手が潰れますよね。潰れます。それだけ、そこに集めることによってタイヤの方に体重がいくんですよ。そう。
そうですね。はい。ですので、意外とそれが気がつかないんですけど、お腹をちょっともっとぐーっと入れてみて、もっと猫背になって。猫背。もっと猫背になって、ぐーっとこう。はい。はい。そして、股をちょっと開いて。ね、そうすると荷重もっとかかるでしょ。うん。そうそうそう。はい。そんな風な、体感で、感じてもらえると思うんですよ。はい。ということは、さらにそこから、まあ、これがお尻だったとします。はい。はい。普通に意識をしないと、何も筋肉は動いてないんですけど、ここに、これ、付け加えてあるんですけど、お尻のお肉が、ずーっとこう、お尻の穴の方に向かって、こういう風に吸い込まれるような感じ。そうすると、どこに力入りますか？お腹。お腹に力入りますよね。はい。ちょっと抜いてください。はい。で、お腹だけに力を入れてみてください。ふっ。そうすると、お尻には入らない。入らないですね。そう。ということは、お尻をしっかりとお尻のお肉から丹田の方に向かったこの連れて行かれる筋肉がすごい大切なんですね。その筋肉を使った上で、今度は曲がるときはじゃあどうする？ほい。はい。はい。じゃあ曲がるときなんですね。じゃあさっきの感じですね。そうですね。もっと背中丸まってから。丸めて。はい。それで、ここにハンドルがあると思って。ハンドル。はい。はい。ハンドルがありますね。はい。こう持っています。こう持ってますね。はい。うん。そしたら私の方と軸を変えずに、フォームを変えずに、こう、引きます。はい。お尻と地面の接点わかりますか？お尻と地面の接点ありますね。そのシートですね。その白い今、蓋のところですけども、それが、とお尻の感触が、グリッグリってこう違いますよね。いつか穴が来そう。うん。ということは、そこの、この軸を、同じことをバイクの上ですると、怖くなくタイヤの方に体重がいくので、バランスがしっかり取れます。なので余計なブレーキをかけなくても、曲がってくるようになります。この上半身を動かすんじゃなくて、一緒に紙相撲のように動かす。はい。そう、一緒に動く。一緒に動く。こんな感じです。はい。はい。そのようなことを、ゆっくりなスピードでいいので、試してみると、そうすると、自分のオートバイのバランスが、違う感じになってきます。そうすると、タイヤが、滑らかに動くようになってくるので、はい。そうそう。上半身を動かすんじゃなくて、下半身だけを動かす。そうすると、上半身が勝手についてくるようにする。これ起点はお尻なんですか？お尻です。お尻から動かすみたいな。そう。お尻から、根元から動かす。はい。そうすると無理がないようなフォームになるので、はい。そのまま、そうです。で、そうすると、横から見るとわかるんですけど、はい。お尻に全部の体重がこう集まってる感じになる。はい。ですね。はい。うん。これが、一番タイヤに体重をかけやすくなる。はい。で、このサスペンションの角度を見るとわかると思うんですけど、シートに向かって、この、ピボット、タイヤの中心に生えてますよね、サスペンション。これタイヤの中心に、こういう方向に行ってますよね。はい。ということは、ここに体重をかけることによって、しっかりとサスペンションを返してタイヤの方に圧力がいくと。はい。いうことになります。ですので、後ろのタイヤの向きを早く変えられるようになります。これ乗車姿勢でもやってもいいですか？そうですね。そうすると、もっと、じゃあ、ちょっと、その、スタンドを立てたまま、よくやるのが、ハンドルに足をかけて。ハンドルに足をかける。体硬い私。よいしょっと。はい。これぐらい骨盤が寝る。あ、これすごいですね。そう。これぐらい、この状態でそのまま足を下ろした。足を下ろす。そうそうそう。この状態で足を下ろす。そうそうそう。つるつるつる。そう。はい。そしてそこの筋肉を使って。ああ、ここ当たってますね。そうです、そうです。いいですね。なるほど。これが結構意外とやってるようで、まあ結構甘かったりするので、確認のために何度かこういうの。ああ、地点を確認するために、わざわざ足かけて、ここでグッてやる。そうです、そうです。で、そこを起点に曲がる。そうです、そうです。このお尻だけを使って、で、これ、ハンドルはほぼ使わずに、お尻でハンドルを切る感じ。ああ、なるほどね。そうすると、上半身を動かさなくても、下半身だけでロックがコンと当たるようになります。へー、それ、いいですね。お試しください。
わかりました。そうすると、なんていうかな。一生懸命怖い状態でこう当てるんじゃなくて、ここでコン、コン、コンって当たってくる。お尻でコンコンやるんですね。そうです、そうです。だからツイストするんではなくて、紙相撲のように、常に一緒にこう。なるほど。太ももが勝手についてきますね。そうです。ここがあるから。ここが、ここを動かす。ここは封印して。封印して。腕封印。腕封印して、そこだけでやってみる。わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。本日は花さんにバイクの中心の捉え方を教わりました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい。元ジムカーナレディースデー。元ジムカーナレディースデーですね。元ジムカーナレディースデー。はい。で、詳しくですね、1日かけて皆さんと、先ほどの座学を取り混ぜながら、皆さんの体と一緒にオートバイを操れるようにするというのを、毎月水曜日、やっております。はい。ですので、もしよろしければですね、バイクがうまく操れないという女性の方はぜひお越しください。ジムカーナ選手じゃなくても大丈夫なんですね。もちろん。初心者も大丈夫。はい、初心者というか、免許を取ったばかりでも、会場に無事来られれば大丈夫です。はい。で、女性限定。女性限定です。はい。やっぱりね、ボディタッチとかあるので。あ、なるほど、なるほど。はい。なるべくね、先生も女性。そう、女性とも女性で。はい。やらせていただいております。はい。わかりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。